今日は本栖湖でキャンプでして、はい、ご飯はこじらせカレーうどんと、はい、メインは缶詰です。缶詰いっぱい買って缶詰を当てに飲むっていうさて本栖湖にやってまいりました。天気は非常にいいですね。準備していきます。どんどん出していきますよね。結構アルミのトランクを使うことが本栖湖綺麗ですね。はい、非常に綺麗な本栖湖です。ちょっと道路一本挟んでこっち側のキャンプ場です。本栖湖のほとりってわけではないですけども、一本挟んでますか。ほとりっちゃほとりなんですけど一本挟んでますからね。さあ今回はタープをね、やっていきます。この間買ったばっかのね、あれです、コールマンのヘキサタープっていうやつで、ダークなんとかテクノロジーですごく影が濃い、太陽の日差しをすごく遮ってくれるタープです。今日はこの日はね、風が強くてタープちょっと立てづらかったんですけど、合計8点ペグダウンして一応立ちましたが、プチハプニング起こります。強風が吹きます。どうなるか分かりますよね。はい、風が吹いてこの赤丸のとこのペグが抜けてぐちゃぐちゃになるっていうね。テンション下がりますね。しょうがない。はい、なんとか持ち直しました。でですね、準備テーブルといつもの椅子とかのセッティングですね。でビールキンキンに冷やしております。乾杯いただきましょう。キンキンにへとる。わあいいな。うまい。さあ続いてですね、テントとか立てていきます。このうちのミニボストンがですね、これ照明とかね、夜の照明とかを入れてます。それ一旦置いといてテント立てます。これね、忍者シェルターとシェルターの中のインナーテントをですね、これ別で買う忍者シェルターシリーズのやつを買ってもいいんですけど、MSR のゾイック1っていうやつをね持ってるので、それのインナーだけ持ってきて忍者シェルターと合わせていきます。ちょっと何言ってるかわからないですよね。見たらわかります。さて立てていきましょう。この忍者シェルターにはですね、元からこのポールがですね、これ非常になんか軽くてねかっこいいポールなんですけど、これがね4本ついてるんですよ。これ2本今出してるやつと、あと袋の両脇に1本1本入ってるんで、それをチャカチャカっと出していきます。でこっちもね両サイドにまた1本1本あって、シェルター自体は2本で立つんですけど、ひさしをね、キャノピーってやつですね、それを立てるためのポール2本で出しまして、この忍者シェルターね、このガイドロープみたいなのがついてるんですよ。このガイドを元にですね、まず最初、適当になんとなくテントの位置考えながら適当に四角形を作ってですね、その四隅にペグを打っていきます。でその四隅に打ったこのペグにですね、このシェルターの端っこを引っ掛けていくと、割とね簡単です。簡単で軽くて丈夫な素材でね、大人気なシェルターですね。これレイクレとのコラボのですね、男気じゃんけん企画の時に買ったんですけど、はい。でここに1本立てましてペグダウンで、もう1本逆サイドからもう1本ここ立てますね。立てて、でこっちもペグダウンしましてですね、でなんとなくロープを適当に整えて、一応これでシェルターは立ち上がります。
でこのフロント部分ですね、ここを開けましてですね、キャノピー立てていきます。日差しですね。これは風強いんでね、しかも風の方向がもろにシェルターが風を受ける方向にちょっと立っちゃいましたんで、めちゃくちゃ風を受けたんでね、キャノピー立てるのもなかなかしんどかったんですけど、で、私の持ってるゾイック1 MSR のゾイック1のインナーテントだけ、外側のテントは家に置いてきまして、インナーテントだけ立てます。これはもうね、本当にもう私キャンプ始めて初期の頃からずっと使ってるので、これはもうね、立てるのはもうお手の物です。ガサッと、これすごい楽に立つからすごい便利なんですよね。自立するしね、自立するテント1個ぐらい持っとくとね、すごい楽ですよね。はい。でパパッと立てましてですね、多分ちょうど入るやろなって感じで、そんなに測りもせずに持ってきたんですけど、まあね、多少強引でも別に入りますんで、はい、こうですね。やっぱりこうシェルターだけだとね、虫とか入ってくるんで、はい、こんな感じでできました。このグレーと赤のコントラストがなかなかいい感じなんではないでしょうか。これ忍者シェルターもね、初めてにしちゃまあ綺麗に立ってるんじゃないかなという感じです。でコットですね、コット作っていきます。これもレイクレとの男気じゃんけん企画の時に買ったリノックスコット1ってやつですね。定番中の定番コット、多少お高いですが寝心地は抜群ですね。これもね、うちのゾイック1が一人用なんで1なんでね、ちょっとこれもなかなかちょい強引にしないと入らないですけれども、入り口だけね、伸縮性あるのでグイッとですね、ゾイック1広げまして、チャックのとこグイッとグイッといきます。はい、入りましたね。でこんな感じで、これで夜は寝るということですね。先行きますか。大樹海という見たことないウイスキー、樹海富士北陸蒸留所、切れ目がない。こういう時は美容師さんのハサミとかを作ってるメーカーさんが作ったナイフなので、それぞれ買ってもすごいな、ゼルダに出てくるようなナイフこれねんけど美容師さんのさハサミってあれめちゃくちゃ綺麗なの、ね、めっちゃ高いやん、メーカーが作ってるからめっちゃ綺麗なこれ。メーカーなんですね。そうだからこういうのを作ってるメーカーじゃないねん普段は。そうなんです。これ佐伯シザーズっていう会社の、美容師さんの使うハサミとかを作ってる会社のやつでね、この大樹海っていうウイスキーもなんかね、そもそも日本酒を作ってる会社が作った一発目のウイスキーみたいですね。いろんな会社があります。しかもこのウイスキー高いから。そうなんですか。スーパーで4500円。いや高い。だいぶ美味しいんやと思う。香り、割とあるな。うまい。うまい。ちょっとじゃあ今日の缶詰並べちゃう。はい、缶詰並べていきましょう。缶詰今回14缶ぐらい買ってきたのかな。たまにはね、こういう缶詰キャンプも楽しいもんですよね。はい、見ていきましょう。濃いか醤油に鯛味噌でサバとかね、でガンモとかいろいろあるんですよ。定番焼き鳥でつぼ焼きとかね、ズワイガニのやつとか、アジ南蛮漬けなんかもございます。赤貝とかね、
で変わったところではじゃがベーコン、とりあえずねスーパーにある缶詰でちょっと気になったやつを買ってきました。よいしょ。新型ツールバッグ。なんか変わったんですか？そうちょっとだけこの下のところが、高さが確かに高さが増してフライパンがいるやつ。そうなんです。うちのブランドのオーサムツールバッグがですねプチリニューアルしまして、さらに使いやすくなりましたので、もし気になる方は概要欄とかからリンク貼っときますんでお買い求めください。何からいく？小イカいく？小イカどれや？小イカこれか。はい、小イカの醤油漬け、醤油に打ちまける汁がこういう感じや。ピントがはい来た。あ、こういうことね。こういう感じや。これでもあれやな、まんまいってもいいぐらいやな。もうこれまんまでいっちゃうか。はい。あ、うまい。うまい。うん。あ、久々やこの缶詰の感じ。全然あったかくなってないけど。結構でかい。ほんまに小イカ丸々4尾ぐらい入ってる。4倍。うまい。うまいね。ちょっとじゃんじゃん開けちゃう。この鯛味噌とこの丸ズワイ貝のほぐし身は混ぜて後でご飯の上に乗っけようと思うねんや。カニ入りの鯛味噌にしてじゃがベーコンっていう。じゃがベーコン。わあ。どんな。これじゃがうまい。シチューみたい。シチューの味。あ、うまい。美味しいな。案外缶詰やけどじゃがいもうまいな。相変わらずの強風ですが、だんだんと日が暮れてまいりました。綺麗な空ですね。本栖湖に映る夕日も綺麗だったです。すげえ風。ちょっとアジ南蛮漬けいっていい？はい。アジ南蛮漬け。アジ南蛮漬けまであんねんな。そうなんですか？温めんでもいける。そうですね。でも南蛮漬けなんてあったんないもん。あ、うまっ。南蛮漬けや。うまい。いただきます。うまいね。南蛮漬け。おいしいか。やっぱ温めた方がうまいな。これ割とほんまに缶詰感あんまないな。おいしい。ちょっと俺続いてマグロステーキ行こうと思います。いいですね。ちょっとこれは焼きますか？焼こう。はい。マグロステーキやから。開けましょうか。ちょっと開けて。1枚？結構な塊やな。
うん、自転車で帰ってる途中にね、うん、遊歩道あるじゃないですか、緑道。うん、あそこでちょっと写真撮ろうと思って、止めて、で、カメラのストラップを外して、撮ったんですよ。で、家帰ったんですよ。家帰って、部屋入って、カメラ片付けてたら、あれ、ストラップあれへんってなったんですよ。ストラップ外したら、俺、あそこだよと思って。いうこと。はい。で、自転車乗って、いうことまで戻ったんです。だる、15分かかるよ。なかったんですよ。これないやんと思って、家帰ってきたんですよ。自転車置き場にあったんですよ。なんでこんなことあるんですかね。知りません。なんでこんなことあんねやろ。いや、わかるよ。自分でも。俺、アホすぎひん俺って言って、ほんまある。何をやってんのっていう。あるよ。自転車置き場に、どういうこと？じゃあ、ストラップを持って帰ってきたけど、自転車置き場でなんかパッてどっかに置いたってこと？はい。ああ。なんでそんなことあんねん。いや、めちゃくちゃあるよ。何往復すんねん、家と駐車場みたいな時あるもん。出て、ああ、ちゃうわ。あれ持ってきま、来なあかんわ。持ってきた。ああ、ちゃうわ。カバンのちっちゃいカバン忘れたとか。めっちゃあるもん、そら。若い時なかったんですかね。いや、俺は若い時からずっとあった。別になんか、置いたわけじゃない。もう、そもそもが、アホなんやろな。もういけんちゃう？あ、いけますか？ちょっとぬくもれば。あ、まあ、これは想像できる味や。あ、おいしい。甘辛だよの。赤貝。この愛子ちゃんっていうシリーズもなんか、何なんですか？なんなんやろな。愛子ちゃんっていうキャラクター。これ、その会社の名前から来てんのかな。伊藤食品。愛子ちゃんって言ったらもう缶詰、サバ缶って出てきますね。美味しい缶詰を子供たちに食べさせたい。こんな思いからこの商品が生まれました。美味しくて安心、私たちのモットーです。愛子ちゃん。なんかあれちゃう、社長さんのお孫さんの名前とかそうのちゃう？このサバ缶。これ何のサイトかわからないですけど、340件レビューがあって、5点満点中 4.5 つってですよ。めっちゃ高いね。めっちゃ高いですね。ちょっと愛子ちゃん楽しみやな、これ。初めて見たでもこんな缶詰。サバの味噌煮。あとはこのホテイのね、焼き鳥系。ホテイ有名なんですか？有名よ、これ。ホテイの焼き鳥でこれ有名やで、めちゃくちゃ。昔からある。これはシンプルなホテイの焼き鳥と、こっちが焼き鳥卵。焼き鳥卵。焼き鳥と卵。煮卵。このサイズ、うずらの卵かなんかですか？でもいや、鶏の卵と書いてある。わざわざ鶏の卵って書いてある。だからそういう風に疑う人がいるから。ああ、そうか。ちょっと愛子ちゃん行きたいな。ちょっと一回開けてみよう。はい。見た目は、サバの、火にかけますか？絶対俺社長の孫やと思う。孫の愛子にも安心なものを食べさせたいみたいなことになっちゃう。あれ、お家に非常食とかって置いてます？置いてないなぁ。もう猫の餌しかストックしてないし。カップ麺とかも置いてないんですか？置いてない。だから俺置いとくと食べちゃうから、置いてないの俺。でカップ麺とかもう基本置かんようにしてるの。食べちゃうから。嘘。だって家12階とかでしょ？むちゃくちゃめんどくさくないですか？だからバターのその12階がめんどいっていう意識ないねんって。別に12階ってアポのサミット行くのに、いやだから10分ぐらいかかるんですよ。だから12階でやろうが30分もかからへん。30分もかかるわけない、このサミット行くのに。1階と思ってください。これが1階やと思って。だからこれが1
回やなんでこんなに共感得れへんのに、それを押し付けてくる。誰にも共感得れてないやろ、だって。1回やったら何分やと思うあなたの人。15分。10倍かかると思ってる。10倍はかかるでしょ。で、まず街、もう。マジ、本気でやってるそれ。街がある。しかも、あこに1機でしょ。だって、もう、1機やけど、少ない世帯に対しての1機やから。あれは、全部に1機ずつあるから。で、1階に住んでみたらどうですか ?1 階。だから、俺一軒家にも住んでたし、実家は。もう、だから、もう数十年前じゃないですか。ほんまに倍かかると思ってんの？ほんまに何が倍かかると思ってんの？ほんまに、じゃあ、マジで、1階に住んでみてください。1階住みましょう、1階。それさ、誰に言っても、そんなことないよって言われたやろ？なんで受け付けへんのそれを。12階に上に住んでる人、あんまいないかも。だから、正味、俺、家出ます。ガチャってマンション出ます。エレベーターを待ちます。なんぼ待っても、なんぼ待っても、2分は待たへんわ。2分。まあ2分。マックス2分や。マックス2分。で、下がります。これ1分もかかりません。1回まで？かかるわけないやん。途中で降りひんのか、誰も。乗ってこないんですよね。基本乗ってけえへんし。そんなバンバン乗ってく、高層オフィスビルじゃないから、マンションって。だから、往復なんぼ行ってもプラ3分。プラ3分。往復ってなると6分。6分。で、これなんぼ行ってもこれマックスでやってんの。行きしで3分プラになることなんかまずないねん。ないかな？ないよ。で、12回住んだことあるの？ないです。ないやろ？逆に。はい。ないやん。だからどのぐらいかかるか分かってないやん。1回なんて、もう12回住むまでもなく、これ12回分降りんねや。とかと思います。エレベーターに乗ったことがないの？だから普段エレベーターに何分乗ったと思ってる1分も乗ることまずないで。1分乗ってないんか。乗ってるわけないやん。8階とか行くのめっちゃめんどくさくないですか？8階か。エレベーターって1階から2階行くの秒やで。そんな変わるわけないやん。1回住んでもらいたいな。じゃあ12階住んでもらいたいよ。そんな変わらんって。ちょっと愛子ちゃん言うと愛子ちゃん。はい。おいしい。でもなんかそんな濃すぎひん感じやな。ほんまや。おいしい。なんか強引な味付けしてないっていう感じするな。確かになんか。めっちゃ優しい。優しい味。おいしい。うまい。あ、待って。あさり？この小イカの醤油にも愛子ちゃんやった。へえ。そら、うまいわ。スモークアヒージョか。はい。まあ、これは 100% 美味しいの。温めるか、アヒージョ。はい、そうですね。いい感じにグツグツ言ってるやん。うまそう。ああ、この感じね。うまい。アヒージョ食べたの何歳ですか？僕は30超えてからです。それはないわ。間違いなく20代。いや、そもそもね、もう油まみれやんって思ってたから、食べれなかったんですよ。で、後々、オリーブオイルは体にいいんだよっていうのを知ってから食べれるようになったというか。それじゃあ、油まみれでやんって思ってる時は、体に悪いものをイタリア人がみんな食ってると思ってたってこと？いや、もう、口の中が、もう、ベタベタしそうというか、なんか、濃い、そう、油まみれのもん、びちょびちょのカツとか、びちょびちょの唐揚げとか、みたいなイメージ。じゃあ、それやったら、
人々が食うわけなくないいわゆるサラダ油みたいなもんに、の油まみれの味やったら、でも多分みんな食べてるってことは美味しいんやろなっていう風にはならへん、考え方。なんで食うてんねやろっていうのみです。なんで食うてんねやろ。そこで止まるってことか。食ってるってことはとはならへんってことか。食うんや、そんな油まみれのもんって。美味しいんやろなとならへんねや。ならないですね。想像がついたというか。そんなわけないよなとはならへん。美味しいんやろなとはならへん。油にまみれてるやん。もうギトギトやん。何食ってんのこいつらってなって。ギトギトやん。こんなん、口の中なんかもう、えらいことになりそうやな、と思って食べない。なんでそこで止まんやろな。止まりますね。みんな美味しいって食ってるってことは、美味しいんやなとかなら。それはないですね。ウニとかも。なんでみんな食ってると思ってたの？で、それが好きやから。その油でギトギトしてんのが、好きな人。たまらんって思ってる人がいっぱいいるってこと？ウニとかもそうです。僕、子供の時とか食べれなかったです。一回食べて、うわ、これは、えらい味すんなと思って。まあ、子供がウニはわかるよ。まあ、独特なもんやしな。あと不思議。なんで上がらへんねん。唐揚げみたいに上がらへん。お箸、ね、家に何本持ってます？めっちゃある。めっちゃあるって。過去のが溜まっていってる。そんな捨てへんから。毎度、箸やんと思って買ってるってことですか？いや、それが、まあ、これはうちの得意ビデオスターの箸やから、これは別としても、それ以外で箸買うことってまずなくない？僕、もう、箸、何本もあるんですけど。あるやろ？なんか、もらいもんとかは多くない？なんか。箸もらうことあるんですか？箸もらったことないかも。ほんま？箸？なんか、お土産のなんか、箸とか、引っ越してもう、一回食器全部揃えるって時に、なんか無印とかで買った箸とか。僕、まあ、古くなったものは捨てるとして、剥げてきたりとか、なんか漆のやつとか、5セットぐらいはあるんですよ。で、箸の正解がわからん。箸の正解？なんかね、毎回こう、箸見て、なんか持ってみて、めっちゃええやんと思って、家帰って飯食ってみて、細すぎるとか、なんで？丸とか、結構麺、これ麺使いにくいなとか。そんないろんな箸を買ってるってこと？いろんな形の。丸、太さ、プラスチック、で、なんか韓国のやつだったらもう、幅が全部同じのやったりとか。まあ、それはな、あんま家で使わへんよ。焼肉屋さんで出てくるやつやろ。そうです。でも、箸迷子。箸迷子。もう、これ、決まってます？例えばこれとかさ、うちの箸とか。すごいスタンダードだから。スタンダードや。スタンダードの箸しか買わへんもん、俺。四角か、丸か、まあ、たまに八角形みたいなやつあるやん。あります。逆に言うと、箸の不正解があんまりないというか。細すぎるやん、ないですか？まあ、細すぎるやん。細すぎるやん、太すぎるやん。あんま当たったことないな。なんか一応、なんか、箸って、まあ、一本ギュッて、縛られた状態であるじゃないですか。打ってるときは。紙で。だから、この感じ、わからんまま買うしかない、いいでしょ？例えば、これどうなの？これ、でもこれも、僕からして太いですよ。もっと細いのがいいの？これめっちゃ標準やと思うけど。だから細めが好きなんじゃない？細めが好きなんですけど、いいと思って細いの買ったら、細すぎるやんってなるんですよ。俺マジ、箸迷子ってあんまなったことないけど、ますか？でも案外いるんかもな。俺別にこれ、もうこのぐらいでは標準？だからこそ。全然いける。だからこそみんな山ほど箸持っていっちゃいます。いや、一人やのに。
俺、それはちょっと違うんちゃうかなと思って。みんな一人暮らしの人って1年しか持ってないんですか？うん、いや、多分結構あると思う。で、それは、その橋って壊れることがまずないから。まずない。だから溜まっていくんやと思う。壊れることがまずないけど、なんか、場所取るわけでもないから、まあ捨てるまでもないか、友達が遊びに来た時に橋必要かもしれんし、っていうので捨てなくって、ずーっと昔からのが溜まっていってて、量が多いんちゃう。俺はそう。橋迷子はそんなないかな。でもいそうやな。橋迷子の人。なんかしっくりくる橋が、これっていうのなんかあったことないですよ。バターって橋の握り方合ってる人？間違ってる人です。だからじゃない？合ってる人ですか？俺も間違ってる。だから、合ってる人はこれやん。ここで挟むやん。間にね、そう、入れるやん。挟める人は、太さあんま関係ないね。挟んじゃうから。俺とかは、ここで挟まずに、こう、止めてんのよ。一緒やろ？一緒。ここで、これとこれでテンションかけて、グイってやってるわけ。だから、この人は、結構、あんのよ。好みが。バター一緒やったんや。なあ、これでも、全然、ここで挟むのか、これ中指と親指でテンションかけて挟むのか、の違いだけやん。全然いけるやん。だから、俺らのって、これいらんやろ？人差し指。いらない。これでいけるのよ。水場どこやっけ？どこって言ってたっけ？あっちかな？トイレが。なんか何箇所かあるって言ってたよ、水場。全部行くんですね。豚とネギとうどんスープの素を入れて、はい。これで、あとは、こじらせカレーを入れて煮込む。はい。豚肉をちょっと切って、で、こじらせカレーのところはこの、カレーの量の微調節が効くっていうところがいいのよ。ほうとう一緒に茹でる。もうちょっと煮詰まったら。だから、別。そう、一緒でやねん、これ。ほうとうは。今回麺はほうとうです。はい。ほぐしながら入れる。これ2個いったら多いかな。なんか多そうやな。2回に分けます？でも2回に分けたらまたこの汁はちょっと、とりあえず一回これでいくか。はい。んで、こじらせカレーを、ちょっと頃合い見ながら入れていきます。いい匂い。ほら、うまそう。いい匂い。いい匂いしてきた。これでちょっと、だしが少なかったらもうちょっとうどんだし入れて、って感じ。カレーそんなもんなんですね。一旦。また薄かったらもうちょっと入れるわ。うわー、たまらんな。うまそくたくたの白ネギっていいですね。いいよね。
うまい。うまっ。いただきます。めちゃくちゃうまいんやけど。あ、うん。うまっ。あー、うまい。うまっ。うまうまっ。うまい。ネギもうまっ。めちゃくちゃうまいやん、これ。うん。こうなるとほうとううまいな。うん。うわ、ダッシュうまっ。うまい。僕ちはで段ボール溜まるのはそれはもう降りんのにめっちゃ時間がかかると思ってるからそう思うんやろ。だ基本煮込むもんやから、結構煮込んでも、ふやふやにならへんのがええな。イタリアンって炭水化物まみれじゃないですか。そう。パスタとか食いながらパン食うでしょ。一緒に食うっていうのが理解できへんってことなんですかね。パスタ食いながらパン食わへんよ。パン食うてパスタ食べるじゃないですか。最初にパン出てくるじゃないですか、パン。でもパスタ食ってる人はパンいかへんやろ。いかへんよ。いや、行きますって。で、バターがいくだけやろ、だって。いや、だって最初になんか前菜みたいな感じで、オリーブオイル出てくるじゃないですか。であれは、なんかの時に、欲しい時に食ってるのやつだから、常に出てきたもんと一緒にパン行くわけじゃないで。白ご飯みたいな役割じゃないで、あれは。で出てきたもんに常にあれとパンと。じゃなくて、先食うじゃないですか。で、それは人それぞれや。食わないんですかパスタ頼んだからパン置いとこう。で、パスタ食ってる時はパン食わへん。そんな人おんねや。いや、そんな人おんねやって思う人がおんねやって思ったけど。あ、そうなんや。へえ。パスタ食ってる時にパン食わんわ。まあ、パスタ食い終わって、ソース残ってて、パンにつけるはあるよ。焼きそばパン食いますよね。食うよ。ナポリタンバーン乗ってるパン食いますよね。別に食えるよ。それで言うと、別にパスタ食いながらパン食えるよ。食えるけど、別に食おうとは思わへん。へえ。そうなんや。みんなパスタとパンいってると思ってたってこと？みんなっていうか僕今まで食事してきた人みんなそうですし。いや、それは腹減ってるからやろ。いや、みんなが、いや、パスタ食いってる時にパン行く人の方が少ないと思う。あれ、パスタ食いながら同時に行くんじゃなくて、そういうことじゃないの？パンが先に来るじゃないですか。で、パンは、一回出します、で、いつでもどうぞのパンやから、一旦置いとくよのパンやから。サラダ、スープとかの、やったらサラダ食って、スープ出てきたらスープ飲んで、で、順番で食っていくやん。あのパンは、そのゾーンには入ってないのよ。そうなんや。適宜食べてねのパンやから、あれ。パン出てきたらまずパン食って、じゃないのよ、あれ。焼きたて持ってきよるじゃないですか。まあだから焼きたてがいいと思った人は食ったらいいし、あれを順番にみんな食べるものじゃないのよ。そうなん、あれ先食うもんじゃないんですか？いや、それは個人の自由やで。個人の自由やけど、
なんか、焼きたて持ってきてくれるし、で常に回ってくるじゃないですか。パン、いりますとか。そう。だから常に回ってくるってことは、いつも置いとくようなパンやから。いや、ええねんで、別に、最初に来た時にバーンって食っても。最初に、でも、前菜感覚。前菜感覚じゃないよ、パンは。パン前菜やったらお腹膨れちゃうやん。はい。やろ？はい。パンを前菜感覚と思ってたってこと？イタリアンとか行って出てくる。うわ、大人やな。あ、手つけないんですか、最初。大人やなとかじゃないか。大人やなじゃないから。わあ、そうなんや。いや、そらお腹減ってたら、パン行く時もあるよ。あ、僕むしろ、なんやったらあのパンを処理しないと出てけえへんもんぐらいの感じで思ってました。それは違う。またそれは違う。それは違う。なんならこのコース料理の順番とはちょっと別のパンや。マジか。何がどうなってそういうふうに思ったん？順番ですよ。パン行かへんねや。行くよ。別に腹減ってたら行くときはあるよ。行かへんとは言ってないから。で、パスタ食べてるときに別にパンいらんかったらパン置いとく。で、最後までパン食わへんこともある。パンなしで満足できたら別に。とか、あとメインディッシュで肉出てきました。肉食べながらパン行きたいな。やったらパン行く。そうなんや。最初になんか、ほんまに前菜感覚でパン食うてましたわ。いや、お腹膨れたやろ。はい。そうやろ。だから、すごい、難しいんですよね。だって、それ和食で考えたら、真っ先に白ご飯出てきます。その白ご飯食わんと次出ませんのと一緒やで。だから、まあ、若干味ついてるじゃないですか。甘いパンだったりとか。クロワッサンまではいかないですけど、ちょっとこう。まあ、味ついてへんことが多いけどね。で、まあ、オリーブオイルつけて。これ、だから、飯出てくるまでこれ食べといてくださいね、じゃないんだ。いや、その意味合いもあるよ、そら。でも、まあ、その意味は多分少ないと思うけど。だって飯出てくるまで白ご飯いっといてくださいってなる。じゃあ焼きたて持ってきてくれへん方がええのにね。焼きたてに越したことないやろ。すぐ食わなって思いません？いや、それ焼きたてが美味しいからすぐ食ってもいいし、置いといてもええやん。よく言うじゃないですか。もうメインの時腹パンパンやんって言うじゃないですか。あるな。ほんまに結婚式なんか特にね、最後の方フォアグラ来たりするじゃないですか。いやもう食われへんで、もう。パンいってるからやろ。パン行く。パン行き過ぎてるからやろ。結婚式でもパンめっちゃ行くな。回ってくるから。いやそこのパンを後でメインあるしな、で抑えんねんって。そら出てきたパン全部食ってたら、そら腹膨れるよ。パンいりますかって聞いてくれたらいいのにね、じゃあね。パン。いや、聞くよ。聞くが今日はるやん。いや、食うたらですよ。食うたらおかわりどうですかって来ますやん。来るやん。食うからやん。皿空いてるから、パン配ってる人は空いてるなと思って、いりますかって言うに。この人お腹減ってるのかなと思って来はん。しょっぱな。いや、しょっぱな出すやん。一旦パンは置いとくねん。だから、それ、来るまでこれ食うて待っといてくださいね。のパンじゃないのかな？じゃないよ。コースの一番最初はもうスープかサラダとか、まあ別の何かとか。パン。メニューに書いてる？書いてない。スープ、サラダ、パンとか書いてないの？パン、スープ、サラダ書いてないの？書いてない。じゃあコースで、だいたいパン1個とかじゃない2個ぐらい出てくるやん。もうバターロール的なやつとか、バケットとか。2個出てきたら2個とも食ってたってこと？食ってからコース始めたってこと？食ってましたよ。で、またパン来るやん。で、またそれ食うの？いや、食いますけど、それは、途中で来たら、もうパンいらんわって思うときは、大丈夫ですって断りますよ。パンどうぞって。それはメインが来てからのパンどうぞは断りますけど、
メインが来たような時は、パンどうぞって言われたら、あ、どうもって言って、いただいてましたね。で、来たらそれを食うってこと？車で食います。いや、そら腹膨れるわ。そら腹膨れるわ。ほんまに？ほんまやって。はい、これで15分ほど炊飯していきます。でですね、その炊飯の間にテントを片付けていきましょう。これね、設営よりもね、片付ける方が片付けるのめんどくさいねんっていう人ね、いっぱいいらっしゃるんですけど、確かにめんどくさいっちゃめんどくさいけども、片付けるのは片付けるので楽しみながらやっていくとね、いかにこう綺麗に片付けられるかみたいな。これね、家のね片付けはなかなかできないんですけど、このキャンプの片付けは僕そんなにね苦じゃないんですよね。何なんでしょうね。家はすぐ散らかるし、片付けるのすごい苦手なんですけどね。なんやろな。ただ夏場はね、やっぱりもう片付けでがっつり汗かきますからね、そこがだるいっちゃだるいんですけどね。でもこのパッとね、がっつりキャンプサイトができてたところが跡形もなく何もなくなるっていうのも、またこれはこれでね気持ちよかったりしますよね。定期的にちょっとこの新しいテントとかを使うのはすごくやっぱ楽しいですね。はい、こんな感じでうまく収納片付けることができました。ご飯が炊けました。いい感じに炊き上がっております。ちょっと硬いみたいですけどね。さあ、タイ開けていきましょう。あ、こういうことね。あ、はいはい、ほんまに味噌や。タイが入ってるわけじゃないんですね。味噌なんですね。味噌ですね。あ、いい匂いする。甘い味噌ですね。これとこのズワイガニを混ぜます。はい。全部いってみようか。どうせ味濃くないですか？いやいや、ここから取りながら。はいはいはい。なるほど。なんかあんま美味しそうじゃないな。正直カニ汁が多かったかな。やっぱり、ご飯にいただきます。いただきます。あ、うまい。田舎の旅館の朝ごはん。うまい。あ、うまい。
なんか日本古来の味がするな。焼き鳥だけよ。あ、いいですね。さっき夜ね、昨日の夜。さて朝ごはんも食べて片付けして帰ります。今回も片付けまでねちょっとお見せしようかという、見せても大した何ってわけでもないんですけど、元栖湖、夜はね結構、僕テントの中で毛布1枚で寝てたんですけど、夜中はちょっと寒かったかなって感じですね。とはいえ湖の近くですごくね風が吹き抜けて気持ちいいキャンプでございました。2024夏